こんにちは、大輔です。相変わらず忙しくてですね、今日も無編集、ノーカットということでチャレンジしていきたいと思うんですけど、今日はですね、フィリピンに関してまたね、情報をお伝えするんですが、1日あたりの新規感染者数が、なんとね、2000名を超えて最多更新中というね、そういう国がフィリピンなわけなんですが、本日はですよ、そんな中、フィリピン政府の本音というところに関して皆さんにお伝えしたいと思います。いやーね、これ厳しい状況続いてますよね。だから7月5日日曜日のフィリピンの総感染者数がね、一体いくつになったかっていうとね、44,254名ということで、結構ね、深刻な数字なわけなんですよ。で、今日報告する内容っていうのは、大統領候補のハリー・ロケさんの、内容なんですね。7月6日月曜日に彼が会見で語った内容に関して、ちょっとね、コンパクトにして皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、彼はね、今のフィリピン国内のね、状況についてね、こういうふうに述べてるわけなんですよ。現在の COVID-19 の感染者数の発表を見て、多くの国民に緊張が走っています。しかし、落胆してばかりはいられません。我々のウイルスとの戦いは続いていますと。で、この後のですよ、フレーズが、このね、政府の本音を語ってるめちゃくちゃ重要なポイントなわけなんですが、彼はこんな風にね、言ってます。私たちは経済を開く以外に選択肢はないと。もし経済活動をもう一度ストップしてロックダウンをすれば、ウイルスにかかって死ぬことはなくなるでしょうと。しかしその場合はウイルスとの別の問題、経済的に生活が立ち行かなくなることで私たちは死んでしまいますと。ね、これが大統領候補からのコメントだったわけなんですよね。どうですかね、皆さん。かなりリアルなところだと思いますけども。うん。でね、国民の生活が本当に立ち行かなくなるのかについてなんですけど、これはね、私の考えなんですが、ここまでね、長い期間ロックダウンがね、こう続いてるわけですよ。経済がストップした状態っていうのは、前代未聞なわけで、これね、かなり深刻な状況を生んでるんだと思いますよね。で、その理由なんですけど、日本とはまたね、違った側面があるからだと思っているんですね。で、そもそもですよ、フィリピンっていうのは貯金とかね、貯蓄っていうそういう文化がね、あまり根付いていないんじゃないかなというふうに理解をしています。なので、経済が少しの間だけでもストップしてしまうっていうのが、これね、自分の蓄えだけでは生活できなくなる人が続出するっていうね、そういうことを意味しているわけなんですね。で、これを裏付ける興味深い国民性に関して、皆さんね、その日本の皆さんと考え方の違いっていうのを交えながらご紹介できればと思います。で、まずですね、これフィリピンの特徴なんですが、大体のお仕事、給料日が月2回あるんですよね。もちろんこれは月収が2倍になるっていうね、そういう話じゃなくて、これ半分ずつ2回に分けて支給されますよという話なんですよね。で、これね、これ聞いた人って、給料日のね、ワクワクするか、そういう日が月に2回もあるの嬉しいなーって思われる方。で、もう一方は、なんでこんなめんどくさいことをしてるのか、してるのってね、思う方々もね、いろんな考え方あると思うんですよね。なんですけど、この背景には、稼いだお金は、すぐに使ってしまおうというね、フィリピン独特のその国民性っていうものもね、あるんだという話をよく聞きますよね。まあね、酔いどれの金は持たぬ国民というね、そう言うと聞こえはいいですけどね、給料日前はみんなカツカツっていう状況の方も多いんじゃないかなというふうに思いますよね。そうは言ってもね、これも人によるところだとは思いますけどね。でね、これもね、興味深いデータがありましたんで皆さんに紹介しますけど、銀行口座の所有率、これね、なんと14%っていうことなんですね。日本で言うと、持ってない人ってほぼいないじゃないですか。ほとんどの方がね、銀行口座を開いていらっしゃる。そうですね。普通に給与もね、銀行振込っていうのは多いですからね。
それが日本なんですが、フィリピンは14% ということなんですね。皆さんね、貯金をしないということなんで、銀行口座が必要ないと、言われてしまえばそれまでなんですけど、そのクレジットカードだとか電子マネーの普及っていうのも他国と比べると遅い方なんですよね。だから自分がね、フィリピンに渡航した時っていうのもほとんどの場面で現金持ってないと何かとね、まずかったりするんですよ。食事なんかはだいたい現金払いっていうことが多いんですけど、あとね、高速の料金所なんかも、現金でバリバリ要求されますね。で、なんとなくね、こんな話をしていると、なんかマイナス面ばかりなように思うんですが、もちろんね、とっても良い国民性っていうのが、あるので、私の考えをご紹介したいと思います。これはね、家族の絆がめちゃくちゃ強いっていうところなんですよね。日本よりも、多分ね、今この瞬間だと大家族が、もうフィリピンの方が全然多いんじゃないですかね。昭和の日本みたいなね、そういう雰囲気が感じられるわけなんですけど、家族の人数が多いので、その分食費にかかる割合っていうのも増えるわけなんですよね。で、お金があったら美味しいものを食べようと。家族が欲しがるものを極力買ってこようっていう、そういう考えはね、基本にありますので、手元のお金がなくなることをね、気にしないで、食料を買うっていうことがあるんじゃないかなと思います。で、これはね、すなわち、エンゲル係数が高いっていうことを意味するんですよね。エンゲル係数が何なのかって話なんですけど、これはね、支出における飲食代の割合なわけなんですよ。日本のエンゲル係数、皆さんご存知ですかね。だいたい 24% 前後で、これね、毎年前後してるんですけど、だいたいそんな感じなんですよね。で、これね、フィリピンになると、全然もっと高いです。42% ということなんですよね。だから、ね、フィリピンにいらっしゃる方々っていうのは、例えばね、朝ごはん食べた後にね、すぐ昼ごはんでしょ。で、おやつ食べて、夕食で、夜食ってことで、これだけでも5食あるんで、もっと食べられる方も多分いるんでしょうけど、2、3時間おきにですね、1回は何かを食べるというね、そんな食習慣があるんじゃないかな、なんていう話をよく聞きますけどね。実際のとこ、どうなんでしょうね。でね、こういうこともあって、給与がストップしてしまうっていうことに対して、食費への影響っていうのは、特にフィリピンはね、大きい状況なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。あとはね、これも特徴ですよね。貯金をしない背景における、これもめちゃくちゃ特徴。僕もね、今から述べる背景があったら、貯金しないかもしれないですね。これ何かっていうと、経済成長の真っ只中なわけなんですよ。インフレ率が高いっていうことなんですけど、年にですよ、数%ずつ物価が上がっているっていうのがフィリピンの現状なわけなんですね。だから5年、10年とかね、そういうスパンで時間が経つと、物の値段が平気でね、1.5 倍とかね、下手すると2倍とかね、なってもおかしくないわけなんですよ。わかりやすく言うと、昨日まで買えていた、100円で買えていたジュースが、例えばね、時間が経つと同じ価格では買えなくなってくると。例えば200円出さないと同じものが買えないとかね。そういうことがありますよね。特に不動産などはもう顕著にこの傾向っていうのは現れるんじゃないかと思いますよね。で、こういう背景もあって、貯金をね、せっせとしても資産が目減りしてしまうっていうね、そういう考え方もあって貯蓄をする文化っていうのは、薄れるんじゃないかなというふうに思いますよね。で、これは僕のね、大事な方がね、フィリピンにいらっしゃるって話は、何度も皆さんにしてますけど、その彼女のね、友達に、今回のロックダウン中に支給された支援金っていうものがありましたので、確かに日本円で言うと1万2千円ぐらいだったと思うんですけど、そちらをね、どういう目的で使うのかっていうことを、ちょっとね、いろいろ聞いてみてもらったんですよ。で、一般的には、こんな回答でしたね。5つ挙げてもらったんですけど、1番、光熱費。2番が借金返済。3番が食費。4番が洋服。最後、スマートフォンというね、これらによって全て使い切りますという、そういう回答でしたね。
この質問は、友人ね、2名に対して、してもらったんですけど、貯蓄っていう回答はね、自分が見る限りでは、見当たりませんでしたので、まあそういうことなのかなと思いますよね。まあね、酔いどれの金は持たぬってね、人生の中でね、一度はこういう感覚で過ごしてみたいですよね。まあ、こんな感じで海外渡航情報を発信していきたいと思います。海外でね、いろんな起きてるニュース等を発信させてもらいたいと思いますので、旅行好きの方だとか、渡航できる日がね、一体いつになるのか、待ち望んでる方、ぜひチャンネル登録をいただけると、嬉しいなと思います。では、さよなら。